今すぐ死ねる方法を教えてください。それが一番最初に朝日さんへと投げかけた言葉だったように思う。10年前のことだ。予言によって出現が示されたという夜の王。人類の心を蝕む最大の悪夢。そして人類の未来を守るための夜の戦争。少女らと共に力を合わせ無事に闘争に勝利できた後のことだ。結局は何の役にも立てず少女たちに守られてばかりいたこの俺は、同じ話、これ4回目とかじゃないか。すごいな。それでも最前線で戦い続けた少女らと同様に願いを叶えるための魔法を得る権利を与えられたのだった。今日から一緒に考えよう。君の悲しみに、その魔法は本当に必要なのかな？朝日さんは一人一人順番に部屋へと招き入れ、それぞれにそう問いかけたのだという。一人一人その胸に抱える悲しみの内容については、にではないか、ガーディンが、詳しく問いかけることなく、戦争の報酬として与えられた最後の魔法、その奇跡さえあれば、それぞれの人生に立ちふさがる困難を一瞬でかき消すことができるはず。だけどその奇跡は君らにとって本当に必要なものなのか否か。それを確かめなければ夜の外へ魔法を持ち出す許可を朝日さんは出せなかったのだろう。そんな朝日さんへの返答がその一言だった。今すぐ死ねる方法を教えてほしい。言葉の選択はどこか細かく違っていたかもしれない。だが俺は意味としてはそう遠くはないだろうはずのことを口にしたはずだ。さあ、教えてほしい。君の願いは何だろう？どうして君は魔法を必要とするのかな？という朝日さんの問いかけに対して返したのだと記憶している。できるだけ苦しんで死にたい。その方法はないでしょうか？そのための魔法はないでしょうか？教えてください。何でもします。できることなら何だって。それがあの時の俺の答えだった。僕は苦しんで死にたい。できるだけ最悪な死に方を選びたい。あなたはこの町の魔法使いはこの願いを夜の王との戦いの果てにこんな簡単な願い事くらい叶えられるんですよね。俺の命は存在そのものが死神のようなもの。もはやこの世界のどこにも居場所はない。あってはならない。自分という命は消えてなくなって初めてようやく何かの役に立てるのだ。細いため息をつき、朝日さんは椅子の背もたれに深く体を預けた。なあ、少年。死にたがりの男の子。私から君へ問いかけたい。まずは教えてほしいんだ。どうして君はそんなにも死にたいと願うのか。この問いに、この私を、特権と役割を担う魔法使いであるこの私のことを十分以上に納得させられるくらい説得力のある返答をしてみせてほしい。あなたを説得できれば願いを叶えてもらえるかもしれない。ああ、かもしれないな。まずはそこからだよ。それが叶わなければお話にならない。それこそがまず最初に君がここで乗り越えるべき障害だ。よくよく考えてから答えてほしいんだ。しかしその問いにあの頃の俺は即答した。この命そのものが疫病神だ。その答えをひねり出すのにほんの少しの悩みもなかった。周りの人たち、
何よりも大切だと思うすべての人たちよ。僕は手当たり次第に不幸にしてしまう。この命は、この存在は、そういうふうにできてしまっている。だから死にたい。最大最悪の罰を受けてから死んでしまいたい。この町にたどり着いてからというもの、ずっとだ、ずっと眠れない夜が続いていた。嫌だ、もう嫌だ、限界なんだ。死にたい、殺してほしい、体も全部、心も全部。多分ここでも話されんな、この感じでいくと。もっともっと引っ張るな。本当の理由は。いつもそばにいてくれたはずのあの子も戦争が終わった後、よくどこかへ出かけたまま帰ってこないことが多くなった。するとたちまち脆弱な俺の心には後ろ向きな言葉が溢れてしまう。あの子が心配するようなことをクロがそばにいると口にできない身勝手な言葉を、俺は魔法使いを相手に吐き散らし続けた。答えはノーだな。君の答えは曖昧すぎる。とても夜の中から魔法を、奇跡を持ち出すことは許可できない。それから俺たちは顔を突き合わせ、たくさんの言葉を交わした。長い長い時間が過ぎた。長い長い言葉を分け合った。しかしどれだけ、月日が流れても俺の魔法に許可は下りなかった。君は魔法を扱うには心があまりに足りない。いつだったか朝日さんは本をパタリと閉じてそう言った。君のすべてがあまりに危なっかしいんだよ。だから僕の魔法に許可は出せない？ああ、そんなところだよ。何せ君は自身を最も最悪な方法で殺してくれる魔法を想像してる。そんなのは危なっかしいどころの話じゃない。いいかい？忘れないでほしい。君らの魔法は誰にも負けない。誰にも負けない想像力だ。そう囁くように言った朝日さんの手には小説が、映画の DVD が、漫画本のシリーズが、穏やかで時に激しい音楽のレコードが、溢れんばかりのそれらを次々と渡された。ここにあるたくさんの物語とたくさんの登場人物たちの言葉を見つめて心を磨けよ。寂しがり屋の男の子。ヒーローはきっとここにいる。夢も希望も魔法も全部これらの中に詰まってる。そしてまた一冊の本を差し出された。パラパラとめくった。異世界に迷い込んだ少年が願いを叶えるために冒険をし、いくつもの困難を乗り越え成長していく物語。その少年は自分と正反対のように思えて、この心はあまりにも眩しく見えて、彼の迎えたエンディングには到底納得できようはずもなく、目をそらした。この世界は魔法で溢れ返ってる。朝日さんは辛く悲しい物語こそ愛おしそうに扱った。ここにある言葉たちはすべて過去から現在へと届けられるエールなんだよ。その声に耳を傾けるように本を読み、共に心を締め付けるように映画を見、時に涙をこらえながら漫画を開き、い
一緒に穏やかな音楽に心たゆたい。面白おかしく笑っていよう。だけど、どうしようもなく悲しいことがあったなら、時には泣いてもいいし、落ち込んだって構わない。そうできる心にだけ、魔法が宿る。そうして自分の人生の意味を想像するんだと朝日さんは言った。忘れないで。私たちはいつだって頑張ってる君を応援しているよ。人生の意味。死を望んでばかりいる人間に対して何を言ってるんだ。夢も希望も眩しすぎてめまいがするんだ。そう思いながらも、あの頃の俺はどこにも居場所なんてなかった。やはり、毎夜のようにここに訪れては魔法使いの言うことに習うほか、すべきことなど思いつけなかった。死にたいばかりの心は意味もなく生き続けた。魔法使いと2人で本を読み、映画を見、夜の街の劇場で猫たちの演じるショーを見上げ、音楽にたゆたい漫画を開く。いつしか自分と同じくらいの年に見える女の子も加わった。自分の妹だと魔法使いは紹介した。微笑んで。名前はトーヤだ。冬月トーヤ。訳あって名字は違うが、れっきとした私の妹だ。今はちょうど君と同じくらいだな。仲良くしてくれたら嬉しいよ。魔法使いの妹はなんだかひどく人見知りで、いつも姉の背中に隠れていた。だけど、可愛い名前だね。お耳もとっても可愛いよ。と、そう言うと、照れたように、そして嬉しそうに笑ってくれるようになった。3人でいろいろなことをしたように思う。いろいろな場所に出かけたように思う。夢の世界は、そして死者の世界は、夜の国はどこまでも広大で、そこに住む猫たちの不思議な街は、夜空よりもキラキラ光って、ここはどんな冒険しても飽きることはなかった。楽しい。そう思ってしまったことも一度や二度ではないだろう。嬉しい。そんな気持ちを拾ったのも一つや二つではなかったはずだ。だからもう少し、あとほんの少しだけ、生きているのも悪くはないかも。そんな風に願ったこともきっとあったことだろう。そんな資格、そんな権利、こんな自分になどあり得てはいけないのに。だけどそんな罪悪感にも似た感情はほんの少しでも抱いた端から魔法使いの作る温かなご飯によってうやむやにされてしまうのだ。今夜もたくさん遊んだな。夜の街で買い物してきた材料で。さて、今日は何を作ろうか。3人で思いっきり遊んだ夜は最後にいつも魔法使いが美味しいご飯を作ってくれた。3人揃っていただきますと手を合わせて微笑み合った。魔法使いが作ってくれる美味しいご飯はお腹だけではない、心までも満たしてくれる、そんな気がしていた。ああ、ダメだ。そんなこと思ってはいけない。だから俺はいつもごちそうさまの代わりにこう言った。いつ死に方を教えてくれるの？この世で一番、凄惨で、苦しい死に方を。
そう問いかけるも、いつからか挨拶のようなものになり下がってしまっていたけれど。そうだな。君がその願いを忘れてしまったその時がちょうどいいかな。死に方を知るなんて、それくらいがちょうどいいよ。そして、苦しみだなんて、もうお腹いっぱいだって、その頃にはこれ以上ないほど十分だって、そう思えてるはずだよ。魔法使いは食器を片付けながらそう言った。それはいくつくらいになるのかな。いつくらいか。そうね。きっと、ずっと先だ。君がおじいちゃんになるくらい、ずっと先の話じゃないかな。おじいちゃんに。ああ、そうだよ。そして魔法使いは歌うように言う。食べる量もほんの少しで良くなって、一日の大半を睡眠に当てるようになり、細くなった体も、なかなか動かしづらくなってしまって、ふと自然に柔らかな布団の中で、よく生きたな、そろそろかなって、そう思えたとある夜のことじゃないかな。これは寿命って言うんだよ。ああ、そうだよ。よかったな。生きて、飽きるほど生きて、ようやく死ねたな。魔法使いは微笑んだ。人間誰しもいつかは死ぬんだ。そう急ぐこともないんじゃないかと。その日がやってくるまでは、やりたいことだけ選んで生きよう。思い切り楽しめばいいじゃないか。思い切り泣いたり悲しんだりすればいい。それが君らの特権だよ。この笑顔はあまりにも自然なものに思えた。だからだろうか。俺もついつられて笑ってしまった。そんな俺に魔法使いはとても嬉しそうな顔をしてくれた。偉そうなことを言わせてもらうけど、なあ、生き急ぐ少年。しぶとく生きろよ。勇敢に生き抜けよ。人はきっと、ずうずうしく生きるくらいでちょうどいい。他人に好かれようと自分を殺してしまうより、大勢に嫌われてしまうくらいでちょうどいいんだ。だから、ほら、もう一度笑ってみせてよ。君くらいの子はさ、もうちょっとだけ無邪気で、生意気なくらいが可愛いぞ。そして俺は、あの頃の僕は、魔法使いが望んでくれたように、目論見通りに微笑んだ。朝日が来ると、朝日さんは決まって俺の頭を優しく撫でた。辛く、悲しいことがあった日は、ほんの少しだけ早く眠ろう。そして、私たちと話をしようか。君の心が、ちょっとだけでも軽くなれるようにと祈ってる。気づいた時にはもう遅かった。手遅れだった。俺の心は死について考えることもあまりなくなってしまっていた。こんな風に導くことこそ夜の魔法使いの本当の役割だとは考えもしていなかった。俺のような子供を一人にさせないことこそが彼女の本当の役割だったのだ。それからも朝日さんと東野とは、いろいろな時間を共に過ごした。
機関車を根城にする小さな神様とも一緒になって、夢と命の世界を渡り歩いた。喧嘩もしたし、口汚く罵ったこともあったかもしれない。だが結果としてこの奏大河は夜の魔法使いこと日向井朝日かに、心を救われた。しかしその反面、俺は願いを失った。苦しんで苦しんで死んでしまいたい。こんな夢を失ってしまったのだ。いや、そのための覚悟が緩んでしまった。叶えるべきものは忘れず、失うことなくここにあり続けている。だけどそのための方法がわからなくなった。まるで迷子だ。俺は何を望むのか。進むべき道がわからなくなった。少女たちは世界を救った。世界を揺るがす大きな大きな物語はハッピーエンド。しかし俺の小さな小さな世界は終わりを求め、あの時はまださまよい続けていた。道は多岐にわたり広大で、世界は相変わらず、底意地悪く。しかし痛烈な寂しさだけは取り除かれた。それ以来ずっと俺はこの人たちのそばを離れられずにいる。